雷と吹雪とともに巨竜ロキ降臨。ルフィの解放のドラムがエルバフ全土に響き渡る。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1174話情報が公開されました。タイトルは世界最強の生物です。扉へリクエスト。ロジャーが T レックスをまるで子犬のように手なずけて散歩させている。ロジャーが麦わら帽子ではなく海賊旗のマークが入った自身の帽子をかぶった T レックスに肉を与えている。今回は終始激アツ。エルバフ編新たなクライマックスに突入。物語は前回の続きから始まる。2課の MMA モンスターたちが船を破壊し、海運に巨大な穴を開けたため、子供たちを島から連れ出すことができなくなり、ソマーズ星はショックを受けている。軍コノヤの効果でドックに向かって歩き続ける子供たちを止めようとするソマーズ星だが、止めることができない。しかし突然、ソマーズ星は喜びでよだれを垂らしながら表情を一変させ、嘲笑的で邪悪かつ不快な顔つきになる。一体なんだ、この殺し方は神かかっている。試してみる価値はある。それに、これは軍子の体を乗っ取った音体の過ちでもある。この涙。互いを呼び合う声。親と子の間のこの愛。これだ、これこそが感情だ。そしてソマーズ星は子供たちに語りかける。当初の計画では聖地へ安全に送り届けるはずだったが、不幸な事故により船も海運も全て失われたため、計画は変更されたと告げる。つまり、お前たちは全員、愉快な、いや、転落による恐ろしい死を迎えるということだ。コロンはもう悪いことはしないと泣き叫ぶ。ここで、巨人の子供たちが親に叱られる小さな回想シーンが入る。例えばコロンは他の子供との決闘に勝ち、エメトに似た小さなロボットのおもちゃを奪い取っていた。リプリーはコロンに対し、お前は他の子供たちよりずっと強いのだから、彼らに優しくしなければならないと叱っていた。コロンがドックの端に差し掛かったその時、リプリーが目の前に現れ、イバイバの実によるトゲで自らも傷つきながら彼を抱きしめる。うわーん。死にたくないよ。ママコロン、こっちへ来て。ごめんね、止めることができなくて。離れてよママ。ママまで死んじゃうよ。構わない。お前を一人で死なせはしない。そして非常に悲しい見開きページで、リプリーやオイモ、アンジェ、ロードを含む他の親族たちが子供たちを抱きしめ、全員一緒に冥界へと落ちていく様子が描かれる。しかし突然、エルバフ全体が震え始め、何か巨大なものが現れる。巨大化したギア越しのルフィがその生物と共に現れ、子供たちと親族を救う。その生物とは竜に変身したロキであり、子供たちと親族は全員彼の背中に乗る。竜化したロキは黒い西洋竜で、ゲームオブスローンズの竜と眠れる森の美女の竜の頭部を混ぜ合わせたような姿をしており、そこにはもちろんロキの角も生えている。ロキの目はビッグマムやドミリバーシされた生物のように見える。ロキの出現後、まだ名前が明かされていない彼の悪魔の実の能力により、エルバフに雪が降り始め、島中に雷が落ちる。竜のロキは子供たちと親族を安全な場所へ送り届け、MMA モンスターたちと戦い始める。それと同時に島にドラムの音が響き渡り始める。巨人たちはそのドラムを聞いて驚き、ソマーズ星は激怒し、軍子は沈黙して状況を見守る。なんだこのリズムは？エルバフそのものが揺れている。ワンピースの中でも屈指の壮大な最後の見開きページで、竜のロキが進路上のすべてを破壊し、多くの MMA モンスターを倒していく様子が描かれる。ギア5状態のルフィとリスのラグニルがロキの頭の上に乗っている。ルフィはラグニルの約4倍の大きさだが、巨大化したルフィでさえロキの角の3分の1程度の大きさでしかない。竜のロキがいかに巨大かがわかる。この話の終わりはヤルルの言葉で締めくくられる。雷を伴う吹雪の日。空を覆う巨大な獣が現れ、そして解放のドラムとともに太陽の神が降臨する。あひゃひゃひゃ。おっかしいなこれ。お前すっげーでかいな。ゾロは魚忍島編で大入道和田摘を相手にした際、六道の辻という技を使用したことがある。この偽名は京都市東山区に実在する観光名所六道珍王寺に由来する。この寺は平安時代に建立され、本尊は薬師如来、開基は山城短海と伝えられており、古代の創創地である六道の辻にあることで知られている。六道の辻とは現世と冥界の境界、すなわち冥界への入り口を指す。
第1173話ではドリーとブロギーが空中にいるゾロに向けて攻撃を仕掛けたが、ゾロは反動を利用して巧みに回避した。その後2人の巨人の攻撃は互いに命中しただけでなく、互いの盾をも切り裂いた。この構図はかつてのリトルガーデン編と全く同じである。場面はブルックに移り、彼は這いつくばるような姿勢で軍庫の前に現れた。漫画の原文にある双極の瞳の双極とは陰陽の両極を意味する。このキャラクターの両目の特徴からもそれが裏付けられる。左右の瞳孔は色が反転しており、片方は黒い輪に白い中心、もう片方は白い輪に黒い中心で対極図と酷似しており、陰と陽を象徴している。この双極の概念は作品全体を貫いている。ベガパンクはかつて巨大な戦争に絶対的な善悪はなく、本質的には2つの異なる思想が衝突したに過ぎないと指摘した。この対立はバギーとシャンクスの間にも早くから現れており、2人はかつて南極と北極のどちらが寒いかで絶えず論争していたが、これこそが両極の概念の具現化である。同様にルフィと黒ひげはそれぞれ白と黒を代表しており、2人の正反対の味覚もまた古代における2つの対立する思想の衝突を暗に示唆している。さらに作中には白黒の逆転という設定があふれている。例えばイムは悪魔のように振る舞いながら神の地位にあり、一方で D の一族はイムに反抗したというだけで神の天敵へと追いやられ、世間からは悪魔視されている。物語には善悪が逆転する描写も多く存在する。表面上は偽善者でありながら実は邪悪なもの、逆に世間から忌み嫌われる悪人が実は大義を抱いているものなどがそれだ。以上のことからワンピースの世界観には豊富な両極の反転と白黒の逆転の要素が含まれており、作者である小田栄一郎が連載初期から陰陽と両極の概念を物語の根幹をなす伏線として組み込んでいたことがわかる。イムに乗っ取られる前後で軍庫の目の特徴は全く異なっている。状態の軍庫は陰陽の夫愛を持っているが、イムに身体を支配された後、その特徴は消え、両目はイムと同じ多重の同心円状の模様へと変化した。ソマーズ星はゲームがあまりに簡単すぎると調子に乗り始め、イムとキリンガム星に自ら電話をかけ、すぐにクリアできると豪語した。一般的に戦いがまだ終わっていない段階で早々に祝杯を挙げることは、その後の敗北を予兆するものである。このようなおごれるものは久しからずの法則は作中でたびたび見られ、ソマーズ星の今の得意満面な態度はまさに彼が間もなく挫折に遭遇することを暗示している。巨人族の技の命名法則については以下のようにまとめられる。1人で放つ技は異国、2人の合体技は破国、そして3人の連携技は合国へと昇格する。理論上は合体技に参加する人数が多いほど技の威力は強くなるはずであり、すなわち合国は破国を上回り、さらに破国は異国を上回るということになる。しかしシャーロット・リンリン1人の実力が巨人2人分に匹敵し、ドリーとブロギー2人の力が巨人3人分に対抗しうることを考慮すると、実際の描写においてこれら3つの技の破壊力はほぼ同等かもしれない。だが偽名が国から海に変わると、その次元は質的な変化を遂げる。ワノ国編でカイドウとビッグマムガテを組んで放った破壊は巨人の合体技を明らかに凌駕する威力を持っていた。これは設定上、海の字を冠する技の格が国の字を冠する技よりも高いことを示唆している。世界観において島の規模はどうあがいても海とは比較にならないからだ。さらにイムの好みについても注目すべき点がある。ビビといわゆる首里姫は共に青髪であり、王女の身分を持っている。このことからイムは青髪の姫という特徴に特別な執着を持っているのではないかと推測される。首里姫はゴッドバレー事件当時、単なる神の騎士団の一員に過ぎなかったが、五老星と同等の不老の契約を結ぶことができた。この特別待遇はガーリング星の嫉妬さえ引き起こした。イムの部屋にネフェルタリ・リリの肖像画が飾られており、その子孫であるビビが青髪を受け継いでいることを鑑みると、首里姫の青髪もまたネフェルタリ家と何らかの因縁があるのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。